皆様こんにちは、米谷彩子です。今日はスタッカートについてお話ししたいと思います。スタッカートには2つの種類があるように思います。一つはソリッドスタッカートと呼ばれているマルテレがつながったストローク。もう一つはフライングスタッカートと呼ばれている奏法です。これはある程度以上速さが速くなってくると一つ一つ圧力を抱えることができなくなるので、奏法が少し変わってくるからなんです。私の頭の中では自分でいちいちコントロールするスタッカート、一つは手を固くしてそのまま速く移動するスタッカートと理解しています。前回ソリッドスタッカートの予備練習としての短いビデオを上げましたけれども、マルテレの続きであるスタッカートはいろんなところに出てくるので、この勉強はしておいた方がいいと思います。それに比べてフライングスタッカートとは出てくる曲が少ないですし、ある意味においてバイオリンの奏法としては特別な部類に入ると思います。有名なハイフェッツでさえフライングスタッカートは何年も勉強しなくてはいけなかったと語っています。でも彼のホラスタッカートは素晴らしいですよね。たまにフライングスタッカートだけが上手にできる人っていうのもいます。このフライングスタッカートはサラサーテ、ヴィニャスキーなどにを弾くようになってから練習したらいいテクニックだと思います。前腕の速い回転が必要ということは前のビデオで私言いましたけれども、この手首、私はちょっとあんまりできるかどうかわかんないんですけど、手首を上下させることによってこうスタッカートをやっている人もいます。それから人によってこう割と昔の人が多いような気がするんですけど、この人差し指と親指だけみたいなものを持ってとこうスタッカートをやってうまくできている人もいます。私自身はどうしてそれでうまくいくのかちょっとわからないんですけど、チェリストなんかに結構やってる人がいますけど、その真ん中のこの指ですね、この指を上げてこの指とこの指でバランスをとってとスタッカートをやっている人もいます。この前腕を回す、あるいはこの少し上下運動を使う、どれでもいいんですけれども、うまくいってる間はそれでいいと思います。割とスタッカートは割と個人的な感じのボーイングのような気がします。ただそれがうまくいかないときはちょっといくつかの理由を考えた方がいいと思います。運球とアクセントが釣り合ってない、どういうことかと言いますと、この垂直運動とそれから水平運動が釣り合ってないとうまくいかないことが多いです。一つ目は速すぎる運球で少なすぎるアクセント。弓を速く使いすぎて元に行ってしまうから、ここでってアクセントをするのは難しいですからやりにくいことになります。もう一つはそれの逆ですね。あまりに小さな弓を使ってしまって強すぎるアクセント。弓の向きっていうのも少し関係してくると思います。アッポーは弓をこう寝かせて自分の方に弓の毛が来るようにすると弾きやすいですし、ダウンボーの場合はこう弓の毛がちょっとこう外側に向くような感じに寝かせると弾きやすいです。この前の短いビデオとちょっと重複しますけれども、いくつかの練習をご紹介したいと思います。前回ご紹介したちょっと編み物でもやってるようなこういうちょっとにソーイングみたいなこういう動きのためをつかむために2つの弦を使っての準備運動、これは前腕を速く動かすための練習と、それから手首が硬いとうまく弓が動かないので、それのための練習です。
したいんですけれども、この準備運動ですね。それが終わったら数を増やしていく。これはこのディップと、それからこれはそのディップをしてもここで止まってしまわないで、この水平運動と垂直運動の釣り合いを取るのにうまくいくと思います。あんまりスタッカートがきれいに聞こえないなという場合には威厳が絡んでいることが多いです。ともかく肘とか大きな肩とか大きな筋肉を使ってやってしまうとガクッとなるので、この辺の手首などを使える、この前腕とか手首などを使えるように重音で練習してみるっていうこともいいかなと思います。例えばもし行きたかった場合とかだと、それの前のところこの時にガクッと降りてほしくないので、それの形が分かったら、だから少し前にこの手を用意する感じを、重音を弾くことの練習ということの練習なんかもやってみられるといいと思います。例えばこういうビニャスキにこういう箇所がありますけど、これをゆっくり、次に威厳がきますからこっちに少し用意して、ここのとこもきますから、これもなんですけども、というようなそんな練習ができたらいいと思います。例えば音階を習っている時にとか習ってみるとか、そんなこともやってみられたらいいと思います。もちろん一番よく使われるエチュードは、この前も申し上げたようにクロチューの4番。この曲はディレイ先生の教室、特にプレカーレッジの教室ではこれは絶対にやらなくちゃいけないということで、例えば期末なんかにもの試験にスケールクラスとかそれのテクニックのクラスの試験にこれをアンプで弾かなくちゃいけないとか、そういうことがよく行われていました。今日はスタッカートについてお話ししました。ではまた次にお目にかかりましょう。